こんにちは、きこです。朝か今日もインドからお届けし、朝。ごめん今日おばあ様がね、ごめんな、足はすごい。おばあ様ね。久しぶりに今日こっち来て、いつもは違うとこにナマスカール、おばあ様。隣のおばあ様でいいおばあ様でございますよ。で、今日の、動画は波動の話をしたいと思って今、波動を整えるっていうことね。今、私が最近いろいろやってて、でもね、やっぱりね、波動いつも整えるんですよね。でね、結構ね、みんな見てると、全然波動整えてるつもりなんだけど、みたいな感じで言ってんだよね。言ってて、でもそれでもいいんだけど、全然なんていうの、ずっと動いてるなーっていう感じで、それをね、やっぱりね、何なのかっていうのをお伝えしたいと思います。で、波動を整えるってさ、何なのかっていうことなんですね。一番はっきり言うと思考を止めるんですよ。思考。うん。ずっと私たちって、なんていうのかな、興奮状態にあるんですね。もうずっと思考が動きっぱなしなんですよ。ずっと頭でこのね、ハートがね、本当はハートが私たちなんだけど、ずっと思考、頭の方でいろんなことをずっと考え続けてたりして、それでなんていうのかな、興奮状態にあるっていうのが私たちなんですね。結構そういう感じになっちゃってるんですね。で、そうすると、じゃあ思考っていうか、この頭の方であるってことは、もうずっとね、思考が喋り続けてて、でね、この思考っていうのは、なんて言うんだろう。ネガティブなことばっかり言ったり、だから、潜在意識なんですけど、潜在意識が邪魔するみたいな感じなんね。で、潜在意識っていうのは、やっぱりあるから私たち守られていて、なんていうのかな、地球のルールとか、いろんなことを人とうまくできたりとかっていうのもあるんだけど、それはあってよかったんだけど、ずっとね、頭で誰かに言われたルールとかを頭で考えて、ずっと頭のルールの中で生きてるような感じなんですよ、私たちって。これが結構逆走だっていう話なんですね。ずっと思考が動いていて、ずっと潜在意識が、優勢というか。だからここばっかりになっちゃうと、やっぱり自分が興奮状態になってきて、今度このハートの感覚とかハートの声とか全然聞いてないで無視してる人が多いってことなんね。私もずっとそうだったんだけど、だから、ここの思考を止めるために波動を整えるんですよ。で、ヤギ見てくださいっていうのは、なんていうの、ヤギを凝視してくださいっていう、それでもいいんだけど、何のためかっていうと思考を止めるためなんですよ。何でも意味ないことをやると思考が止まるから、こうやって今、このバケツでもいいよね。バケツがあって、ここにあって、赤いなぁ、みたいな。思考が止まるじゃないですか。これが大事なんですよ。これがね、結構休まったり安心する時だし、今にあるし、安心ほっとするリラックス。好きなことかどうかわかんないけど、無になってるよね。うん。っていう感じの時間を取ることによって波動が整うんですよ。安定するんですね。ここを、一日のうちなるべく長く思考を止めるっていうのが大事で、それをほらやっぱり修行僧たちは瞑想をしたりしてたわけじゃないかって。うん。でもさ、とっても退屈なんですよ。瞑想とか退屈だし、意味わかんないですよね、目つぶって。私はね、無理なんですよ。こうやってやってるのとか。もうすぐ動きたくなってくるっていうか、だけど無になることとか何にも意味のないことをやるっていうこと、今やりたいことで意味のないことはできるっていう感じだから、そうだな、こういう感じでやって、今風が吹いてきて気持ちいいなって思うじゃない。だ気持ちいいなーって、後ろから風が吹いてきてすっごい気持ちいいですね。気持ちいい。これはもう無になってますね。気持ちいいって感じてるけど無です。何にも意味もないけど今に気持ちいいなーって。これは思考止まってるね。感覚の方に行ってるから、これをねやるっていうことなんです。これがね波動を整えるっていうことなんですよ。で、私が見てて思ったのが、体を止めて動かないようにしてる、そこは別にいいんですよね。それすごいなと思うんだけど、頭はでもずっと動き続けてるっていう人が多かったんですよ。
聞いてた時に、そしたら全然意味ないんですよ。もうだからなんていうのかな、瞑想と一緒だよね。瞑想をしながらずーっと雑念が入ってる感じだから、これをやってっても動いてるのと一緒だから、このね思考を止めるっていうことがポイントなんですね。で、なんていうのかな、じゃあ思考を止める止め方どうすればいいかっていうことなんですけど、一番はずっとね思考が動きっぱなしの人は寝るさっきも私寝てたんですよ。この直前まで動画撮ろうかなと思ったんだけど、私は寝るっていうことが一番思考を止めるのにだから何かやってて、その後にすぐ何か作業をしたくなるんだけど、一回やっぱり思考を止めて波動を整えるんですよね。波動を整えるのに寝るのがいい。眠かったし、やりたいことやってるとしたら眠いから寝ようと思って、今、1時間ぐらい寝て起きてきて動画撮って、最高の波動ですね。何にも考えてないからこれを私はいつもやってるんですよ。だいたい一つ1日3回ぐらい寝るかな。それかなんていうのかな、歌歌ったりとか、何にも考えないように歌歌ったりとか、もう本当にそのヤシの木がこう風になびいてる姿に集中とか、ヤギに集中とかね、そういう感じでやってんですよ。これをね一日のうちだいたい半分ぐらいは波動を整えていて、あと半分は何か作業をしていたりとか、あとは旦那さんとか子供たちと遊んだりとかしてるかなっていう感じかな。だからね、これをやるっていうこと、思考を止めるっていうことなんですよ。私ね、思考を止めるっていうこと言ってなかったなと思って。で、思考を止めるっていう言い方とかね、瞑想してくださいって言うと難しいけど、私瞑想してたんだなって思ったんですよ。ヤギを見ながら瞑想なんですよ。無になってるから。だからでもさ、難しそうじゃん、その言い方だと。私もなんかそういう今気がついたっていうか、瞑想してたんですよね。だから私にとっては瞑想ができなかったんだけど、無になることはできるから、で今やりたいということで、ここ今椅子に座りたいなと思ってゆっくりしてるじゃん。何も考えない、気持ちいいみたいな、みたいな。これも瞑想、無になってるから瞑想ですよね。で最高の波動なんですよ。こういう感じ。この時にあれやんなくちゃ、これやんなくちゃってやるじゃん。あそこ行かなくちゃとか、こんなことやって何になるって、これが雑念なんですよ。だからこれをブロック解除とか統合のワークで外していくんですよね。これだって要は雑念がない状態がいい状態なの。やっぱ宇宙の流れに乗ってるってことだから、無になれないっていうことは、それだけ自分は思考がうるさいっていうふうに思っていただくといいところですね。でね、あとね、やっぱりね、多いと思う、こういう人が。だから本当にね、一回止まった方がいいですよ。一回人生のうちに1ヶ月ぐらい止まったっていいんですよ。1週間でもいいから、1日でもいい。とにかく私は30日間頑張って止まったからね。本当に大したことじゃなかったですよ。30日止まったっていうことは、なるべく自分がだからこの自分のペースであること、こういう思考を止めるっていうことをちょっとやってみたんですよね。思考を止めるというか、やっぱり安心できること、安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるを自分なりにやってみて、そしたら私にとっては安心の波動が一番やりやすかったとか、無になるとか、意味のないことをやるっていうことが苦痛だったけど、こうやって瞑想するよりは全然意味のないことをやることの方が、今やりたい意味のないことですね。椅子座るとかさ、何にも考えないでポケーっとするみたいな、それではすごい私にとってはとても楽なことだから、これやってたら要は瞑想してたっていうことなのかもしれないね。思考が止まるようになってきて、それでうまく回るようになってきたっていう感じだから、この辺りは皆さんやりやすいと思うので、こっちの方が普通にこう瞑想でこういう風にやるよりは。なのでね、ぜひぜひやってみてください。でもう止まった方がいいよね。ずっと思考が忙しい人は本当にね、逆走してきて止まればうまくいきますから。
考をいかに止めるかっていうところだよね。これはもう何千年何百年何千年とね、みんないろんな賢者たちとか、あといろんな修行僧の人たちはそれをやってきたんだけど、ヤギ見てぼーっとしてりゃよかったっていうねそこが今にあって無になる最高の波動だったっていう、そことまあリンクするようなことなのかなと思うんですね。そう。あとは癒しですね。自分の癒しをねやっぱやってない人、なんかね結構つもりみたいな人いるんですよ。癒してるつもりだしとかね、もうインナーチャイルドないつもりとかね、自分のブロック解除やってるつもりとか言ってるんだけど、別に全然なければいいんですよ。でも私でさえも未だに出てくるから出ると思うんだよね、日々。もうなんか癖づけるというか、私で言うと、なんか今こうやって思った時に、あ、そうだな、なんか旦那さんとちょっとぶつかったんですよね、最近。ぶつかったっていうか、そう、私の言いたいことを言っていた時に旦那さんがちょっと落ち込んじゃったのね。それですごい機嫌が悪くなっちゃったりして、まあ私の中の内側の出来事だから、私何が不足感があったのかなと思って自分で見たんですよ、自分の内側にね。要は旦那さんにきつく当たるってことは私の中に不足感があるから人に当たっちゃってるから、何なのかなと思った時に、もう本当にすごいちっちゃい自分がいたんですよね。でもその自分に対して大丈夫だよって私言ってあげて、よくやってるよみたいな。でやっぱりそういう風に思う時もあるよねみたいな感じでこう寄り添ってあげて、こういい子いい子してあげて、で何したいのって言ったらゆっくりしたいとか、頑張ってるって言ってほしかったみたいな感じだったから、愛してほしいみたいな感じだったから、私がこう自分に対して愛してあげてキスしてあげて、こういい子いい子みたいなこうやってやってあげたらすんごい癒されて、ああ幸せみたいにやってたら、すぐ旦那さんがごめんねみたいに言ってくれて、すごい大事にしてくれて、マッサージしてくれたんだけどなんかそういう感じで自分のことを癒してるんですよね。子供みたいだよ自分が。でも何かやっぱり不足感が自分の中にあった時にすぐ見つけてあげるんですよ。そうしないとやっぱり外側ですぐパッと出てきた時に、出来事がちょっと歪んだ感じになった時に、これは全て私の内側から出てることっていうのが分かるから、私今どういうことに対して不足感を持ってるのかなと思って自分の内側に聞いてみた時にすぐ出てきますよ、その感情が分かるから。でその自分の感情に寄り添ってあげて、いいんだよみたいな。でここをちょっと書き換えとかやったりとか、そういうことやることもありますし、そういう感じで日々やってるんですよね。それしかやってない。だから全然後ロックされないし、なんていうのかな、波動を整えて、だからこういうブロックみたいのが出てきたら寄り添って外したり癒したりっていうことをやっているだけ。あとはだから自分でやりたい仕事もやっているし、家族と楽しくやってるし、いろんな人たちと楽しくやっているっていう感じですね。わかるかな。だから自分がどの辺りをやるかよく言われるんですよ。波動を整えてるつもりとか、ブロック解除してるつもりとか、インナーチャイルドやってるつもりっていうんだけど、全然そのつもりでもいいんだけど、つもりっていうのは私はいつもやってるなっていう感じだから、やってるって言えるし、やりたいからやってるんですけど、なんか違和感があるのをずっと持ち続けるのが嫌だからってことですよ。で顕在意識に上がってきてくれてる、モヤモヤしたものとかがあるってことは顕在意識に上がってきてくれてるから、見る時が来たよってことだから、見て見ぬふりはしないんですよ。ちゃんと見て向き合うんですね。逃げません。で波動を整えるっていうのはなんかやっぱり忙しくなってくるから、あれもやんなくちゃこれもやんなくちゃやらなくちゃみたいに出てくるんだけど、それではやっぱりもう絶対動かないですね。でそういう時はちょっと波動乱れてるなっていうのが分かるから、寝るか、何にも考えない空でも見てぼーっとしたりとかするっていう感じで、私は自分を整えて、完全に整え
ってその後に何かやりたいなっていう気持ちが出てきたら動き出すっていうことをいつもやっています。よかったらねこの辺り参考にしてみてください。波動を整えるのが何でいいかっていうとやっぱり宇宙の流れに乗って楽に進めるんですよ。私が自分を満たしているから波動整ってるとやっぱり自分が満たされた状態なので外側で起こる出来事はやっぱ本当に良くなっちゃうしいい出来事しか来なくなっちゃうんですよね。平和なことしか来なくなっちゃう、っていう感じですね。私平和がいいのでずっと平和永遠に平和がいいなってもう決めたんでそういう感じでやっています。よかったら参考にしてみてください。ではでは。